皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回はアクアリウムをするその電気代いくらかかるのかっていうのをお話をしていきたいと思います。なぜ私がその話をしようかと思ったところですね、実はYouTuber の黄昏さん、皆さんご存知ですよね。黄昏氏がですね、電気代に関して怒ってますという動画をアップされていました。皆さんご覧になられたでしょうか。動画の内容に関しましてはぜひ黄昏さんの動画をね見ていただけたらと思いますのでリンクを貼っておきます。簡単に言いますと超適当で悪影響なニュースに物申すというタイトルで、要はアクアリウムにかかる電気代に関するデマ記事といいますか、もうありえないね記事が出たということで、それに対して黄昏さんが怒っていると、そういう動画でした。でなぜ私がこの電気代に関する動画を今アップするのかということなんですが、実は私ですね、アクアリウム部屋という自分の趣味の部屋を借りておりまして、純粋に水槽とそして植物を育てるための趣味の部屋ということで楽しんでいます。でそれがねもう1年になるんですよね。ちょうどねこれで1年経過したので、いいタイミングだろうということと、で私も完全に私生活のこの電気代っていうのがかかってない部屋になりますので、これ結構皆さんの参考になるんじゃないかなと思って今回動画にしようと決めました。アクアリウムにかかる電気代って結構ね皆さんどれぐらいかかるのかっていうのは、特にね始めたばかりの方とか、これからどんどん水槽を増やしていこうかなって思っている方には参考になるような話に、なればいいかなと思っていますので、ぜひ、そのような観点でお聞きいただけたらと思います。はい、では早速なんですが、今現在私が使っている機器についてご紹介をしておきます。まずご覧いただければお分かりになる通り、私が主に使っているライトが吊り下げ式のペンダント系のライトになります。でそのほとんどが20ワットぐらいの電力になります。でそれがですね数えてみると20ワットが17個、そして10ワットが1つ、合計18個のこのスポット型ライトっていうのを使用しています。でそれだけではなくて中華製の激安 RGB ライト、これが25ワットと確かね45ワットぐらいメーカーのね好評ではあるようなライトになるんですが、おそらくねそんなに出ていません。体感なんですが20から30ぐらいの間、おそらくこれもね20ワット2つぐらいと考えてもいいと思います。でそれにプラスして、あとは USB 電源から電源を取るようなかなりね消費電力は抑えられたようなライト、これがいくつか使っているという状況になります。例えばこのようにバックスクリーンとかね、こんな風な使用の仕方をしたりとか、これ自作になるんですが、そういったものも含めて、ライトは結構ね数があるかなと思います。その辺のライトもすべて勘定に入れますと、おそらくですね20ワット級のライトが20数個、22、3個ぐらいのね計算でいいのかなっていうふうに思っています。そんなにライトいっぱい使って電気代大丈夫なのと、この時点で心配になる方いらっしゃると思います。で植物だけならこのライトで終わりなんですが、アクアリウムは違いますよね。アクアリウムに必要なもの、そうフィルターの電気、これもね必要になるということになります。私の水槽部屋にある水槽が大小合わせると10個になるんですよね。でこの10個っていうのはね結構な数だと思います。でそして使っている水槽サイズなんですが、まず小さいものから20センチ、30キューブ、そして45センチロー、45センチ、60センチローに60センチ、60センチハイ、そして60センチのスクエア水槽、そして90センチ水槽が2つということになります。これがすべて自作のものとか小型なものを含めてすべてフィルター、何らかのフィルターを使っている水槽になります。このフィルターってねどれぐらい電気代かかってるかって皆さんあまりねご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。例えば A ハイムの外部フィルター2213であれば、私一応ね60Hz の西日本になりますので6ワットになります。で私結構好きで使っているこのプロフェッショナルの2271、これがだいたい10ワット相当になります。で他のフィルターに関しましてはエアレーションを使った小型のフィルターとか、底面フィルターとかねそんなものも入っております。でそのようなものを全て合わせますと、だいたい60ワットぐらい、いやもうちょっといくかもしれませんね。とりあえず70ワットということにしておきます。であとはサーキュレーターです。私ヤマゼンのサーキュレーターをこれ2台使っておりまして、で、常にですね最大の風速ではなくて、かなり弱めにしてるんですが、これ最大風速で多分ね27ワットとかあるんですよね。
で、これおそらくそうですね、最大ではないので、30、それでもね、2台あるので、30ワットぐらいは少なくともいくと思うんですよね。で、それと USB 電源から取っているこのサーキュレーター、これ合わせてもそうですね、多分40ワットということにしておきます。はい、これで大体の電気料金が計算できるということになりました。ではおさらいしていきます。まずはライトなんですが、20ワット相当のものが23個で計算します。で、ライトは基本的に私アクアリウムは8時間で、植物育成ライトが12時間ということで、大体半々ぐらいの使用の仕方をしています。ですので間を取って20ワット23個、それを10時間使うという計算をしていきます。はい、ですので20ワット ×23 個、そして ×10 時間の10、そして最後に30日で計算します。そうすると138キロワットということになります。で、そこにですね、フィルター合わせて70ワット、そして、サーキュレーターが40ワットになりますので、これはですね、24時間つけっぱなしになります。ですので、かける24、そしてかける30ということで、約79キロワットになります。はい、ということで、ここまで合わせますと、月々217キロワットという計算になりました。はい、でこれを電気料金に直していくということになります。で、私ですね、一応関西電力になりまして、電力会社によってね、全然これ料金体系変わってくるので、一応私のケースです。で、一応関西電力、電気代的には結構ね、世の中的には安い方だというふうに思います。はい。で、基本的な重量電灯 A とかっていうんですかね、ちょっとね、わからないんですが、基本的な一番ね、ベーシックな料金体系にしますと、今の計算でですね、5058円ということになります。はい、これが水槽10個、そして植物も育てるこの水槽部屋の料金ということになります。いや、これどうですかね、皆さん。これがですね、おそらく東京電力とかになると、だいたい 1.5 倍という計算になるようですので、7500円ぐらいになるのかなと思います。はい、個人的にはね、結構これ意外と安いっていう感覚なんですが、皆さんはどうですかね。はい、で、実はこれだけではありません。はい、ただこれだけではなくてですね、私一応夏場はですね、エアコンつけっぱなしにしておりました。もしかしたらあんまり必要なかったかもしれませんが、温度をですね、常に28度か28.5度ぐらいのね、設定にしていました。一応理由としては、たまに来た時にね、暑かったら不快だなっていうのと、植物もありますし、水温の上昇もね、少し気になったので、一応夏場はずっと冷房をつけておりました。で、それがね、いくらかっていうことですよね。実は私ね、今までこれ電気料金いくらかかってるかっていうのは知らなくて、このためにですね、実は今回このために、その電力会社のね、ハピーミル電っていうんですけど、そんなものに登録して、電気料金調べてみました。はい、それでは関西電力のハピーミルデンに登録をしましたので、早速電気料金見ていきたいと思います。まずこれ10月なんですが、これが240キロワットで5684円ということになります。これがですね、もうほとんど冷房をつけてない、若干まだね、被ってる時期だったと思うんですが、ほとんどね、冷房使っていません。っていうので、大体同じぐらい、やはり先ほど5000円ちょっとっていうことなので、ほぼほぼやっぱりね、予想通りの金額になってるなと思います。はい。で、お次は9月です。これが302キロワットで6235円となっています。この時期はですね、おそらく私冷房基本的につけてたはずなんですが、意外といってないですね。これはどうなのかっていうのはちょっとわからないんですが、もしかしたら 28.5 度ぐらいにしてたっていうのはあるかもしれません。で、やっぱり8月ですよね、夏本番408キロワットで8922円。いや、これ結構いってますね。こっから5000円引いてもだいたい4000円ぐらいが、冷房の金額ということになるでしょうか。はい。で、ちなみに7月、これもですね、冷房つけてたと思います。はい。7月になるとですね、327キロワットで6869円。はい。で、どんどん下がっていくとですね、はい。これも結構安くなってきてますよね。はい。320円とかもあります。で、この辺はですね、私ほとんどアクアリウムやってませんで、ほぼ DIY してた時期ですね。
はい。まあ、2月で320円ですから、めちゃくちゃ安いですね。で、4月ぐらいからアクアリウム始めて、どんどん水槽が増えていったと。はい。で、それに応じて、当然電気料金も上がっているということになります。はい、ということで夏場の電気料金がこれぐらいということが分かったんですが、じゃあ冬はどうかっていうのがこれからの心配事なんですよね。基本的には冷房よりも暖房の方が電気料金かかるっていうことですので、設定温度によっても違うと思うんですが、基本的には2倍ぐらいはねかかってくるということのようです。ということは単純計算すれば倍の8000円ぐらいが暖房費として月々かかってくるという計算になるかと思います。いや、これは結構痛いですよね。これもしかしたらヒーターとか入れた方が、電気代的には安くつく可能性もあるかなと思いますが、皆さんどうですかね。ただ私植物も育てておりますので、それを考えるとですね、そうパキポディウムとかやっぱり温度がね低くなりすぎるっていうのはあまり良くないと思います。そう考えると私は一応暖房でやっていこうかなっていうふうには思ってます。はい、水槽の水温っていうのが本当は一番大事なので、これがですね、そうですね、冬場で、20度下回るないぐらい、だいたい20度付近がギリギリなのかなっていうふうにも、なんとなく体感ね思ってるので、暖房の設定をするにしても、20度とか22度とか、かなりね、低い温度に設定をすれば、それほどもしかしたら電気料金いかないという可能性もあるかなと思います。はい、であとはできる限りの対策をするという意味では、私前回動画でお見せをしたプラ暖で冷暖房効率を上げると、ああいう工夫も結構必要だと思います。であとできることといえば冷暖房のフィルターの掃除、いやこれ大事ですよね。やっぱりフィルターがホコリまみれだとめちゃくちゃね効率落ちるんですよね。で今後やっぱり暖房を入れていくというちょうどそういうタイミングだと思いますので、はい、これを機にねぜひ皆さんもフィルターの掃除やってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回は純粋にアクアリウムと植物、それを楽しむための電気料金いくらかかっているのかというお話でした。皆さんこれ、見ていただいてどう思われましたでしょうか。ぜひねコメントいただければ大変嬉しく思います。私のケースはね一応この部屋自体が20畳弱ぐらいで、水槽10台、そして植物も結構ねたくさんあるという部屋になりますので、皆さんとはもしかしたら状況は違う可能性はあります。ただですね、私が思った感想は実はそんなに高くないんじゃないかなっていうふうには思っています。実際水槽1台で置くぐらいであれば月々の電気料金1000円いかないぐらいだと思いますので、これを高いか安いかっていうのはね皆さんの価値観によるかなっていうふうには思います。はい、ただこうやって見てみるとやっぱり黄昏さんが起こる理由分かりますよね。さすがにね60センチ水槽で、1万円とかねいう金額っていうのはしないですよ。はい、もうそれはね明らかにもうありえない金額だとは思います。はい、実際私のねかかった金額を今回公表いたしましたので、この結果がですねアクアリウムをやろうかなやめようかなってね迷ってる方の参考になればいいのかなというふうに思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。